だからな、カオちゃん、 AI ってのは翼をくれる神様じゃねえ。実力あるやつにだけ翼をくれる魔剣なんだよ。魔剣？使いこなせないと自分が切られちゃうってこと？そういうこった。今 Steam で何が起きてるか知ったら、お前もこの剣をそっと置きたくなるかもな。そんなに怖いことが起きてるの？個人ゲーム制作大全へようこそ。俺が司会のダンディだ。相棒のカオちゃんだよ。今日もよろしくお願いします。ってなわけで今日のテーマは AI で作ったゲームが今めちゃくちゃ嫌われ始めてる件だ。AI ってみんな使ってるイメージだったよ。このチャンネルでも AI 活用の話してきたよね。AI は強力だ。それは変わらん。変わったのはプレイヤー側の目線なんだ。プレイヤーの目線で、もっとヤバいのが法律側だな。2026年は AI 著作権の判例ラッシュと呼ばれてる。個人開発者が知らずに踏む地雷がめちゃくちゃ増えてるぞ。地雷？なんかクエストじゃなくて戦場の話になってきたよ。今日はなぜ AI ゲームが嫌われ始めたのかと、個人開発者が絶対に踏んじゃいけない地雷、そしてそれでも AI を賢く使い続けるための5つのルールまで一気に整理していくぞ。了解だよ。ダンディ、一緒に頑張ろう。 Steam で起きている異変、 AI スロップという別称。まず現状だ。数字を見るとゾッとするぞ。2025年初頭、 Steam で AI 仕様を開示していたゲームは約1000本。それが2026年初頭には7818本になった。1年で約 800% 増。 AI ゲームだけが一気に押し寄せてきた感じ？そうで、2026年2月 Steam Next Fest っていう新作お披露目イベントなそこだ事件が起きた。事件？プレイヤーたちがゲーム性のない AI 素材の寄せ集めばっかり並んでるってブチギレたんだ。炎上どころじゃなくてフォーラムが怒りの声で埋め尽くされた。怖っ。これな、雑な AI 生成だけで作られた手抜きコンテンツのことを英語で AI スロップって呼ぶんだ。スロップは豚の餌って意味。豚の餌？AI で作ったってだけでそこまで言われちゃうの？象徴的な事件を2つ紹介しよう。事件簿、削除されたハーデストと誤爆されたシュラインズレガシー。一つ目、2026年1月、ある個人開発者がローグライクゲームハーデストを Steam で公開した。ところが AI を使ってるってだけで炎上。最終的に開発者本人が AI は経済と環境に悪影響だと気づいたと言って自分でゲームを削除した。自分で削除？せっかく作ったのに。2つ目はもっと切ない。シュラインズレガシーっていう RPG。これは AI を一切使ってなかった。一切使ってない？にもかかわらず絵のテイストだけで AI だって誤解されて低評価レビューが殺到。開発者が何年も人生を注いで本物のアーティストと作ったって反論する騒ぎになった。それはひどい。濡れ衣じゃん。つまり今の Steam よな。AI を使っても使ってなくても見た目で疑われたら炎上するって状態に入っちまってる。じゃあ私たちどうすればいいの？なぜこんなに嫌われるのか、本当の理由。ダンディ、そもそもなんで AI ってだけでそんなに嫌われるの？綺麗な絵なら別にいいじゃん。面白いとこついてきたな。理由は3層ある。一つ目はシグナリング問題だ。2025年だけで Steam にゲームが約1万9000本も出た。プレイヤーは一瞬で手抜きを見分けないといけない。で、便利な目印として使われ始めたのが AI 素材っぽいかどうかなんだ。ああ、プロンプト一発で量産できるから本気度チェックの印にされちゃうんだ。そういうこと。2つ目は信頼の崩壊。ゲームってのは本来作り手の情熱と時間を買う体験だろ。
AI で全部済ませちまうと、自分が払った金が誰の創作にも届いてないって不信感が広がる。これは個人開発者にとって致命傷なんだ。作り手の顔が見える親近感ってそもそも個人開発の最大の武器だったもんね。ちなみに俺はな、この嫌悪感の本質は質の低さじゃなくて、みんな同じの方だと思ってる。みんな同じ。どんなに美しい絵でもな、どこもかしこも同じテイストの AI 絵ってだけで魅力が消える。逆に多少下手でも自分の色で描いたフリーゲームのイラストはいつまでも好きでいられるだろ。わかる。私スクール製のちょっとカクカクしたドット絵とかめちゃくちゃ愛着湧くもん。それだ。まあこれは俺個人の感覚なんだけどな。 AI だから嫌っていうより、見た目がみんな同じに対する嫌悪感の方がでかい気がするんだ。で、3つ目の法的グレーゾーン。これがね、2026年に急浮上した最悪の地雷だ。地雷その1、来るの？地雷1、AI だけで作ったものに著作権が発生しない。これが最大の地雷だ。衝撃の事実を先に言うぞ。AI にプロンプト一発で出させた素材は法的にはお前のものじゃない。お金払ってサービス使ってるのに？それと著作権は別の話なんだ。米国では2025年3月、ターラー VS パールマターって事件の控訴裁が、著作権はまず人間が創作したものでなければならないって判した。で、2026年3月に最高裁が上告を棄却してもう確定しちまった。確定したんだ。じゃあ逃げ道なし？逃げ道はある。でもその前にヨーロッパと日本も見とこう。 EU は自由かつ創造的な選択が必要。プラハの裁判所が2024年にダリ画像の著作権を否定した。日本は文化庁が面白いもの作ってみたいな抽象プロンプトでは不十分ってはっきり言ってる。つまりどういうこと？ざっくり言うとな、プロンプト一発で出した素材をそのままゲームに使って公開しても、その素材は法的には誰のものでもないんだよ。パブリックドメイン扱いだ。パブリック、みんなのもの？そう。つまりお前の苦労して作ったキャラを誰かがパクっても、それお前の著作物じゃないよねで終わっちまう可能性があるんだ。しかもそれは嫌すぎる。地雷2、海賊版学習と大手 IP の全面戦争。地雷その2だ。お前が使ってる AI がなんで学習してるか問題。2025年6月、アンソロピックって AI 企業が学習に著作物を使った件で15億ドル、約2250億円の和解に合意した。2250億？ゲーム何本作れるのそれ？ラスボスに負けて全財産ロストしたようなもんだな。でもな、判決の中身が重要だ。判事は合法的に買った本で学習するのはセーフって認めた上で、海賊版セイトから落とした本で学習するのはアウトって明言したんだ。そりゃそうだよね。で、ここからが大手 IP ホルダーの反撃タイムが。2025年6月29日、ディズニー、NBC、ドリームワークスが共同でミッドジャーニーを提訴し、理由はミッドジャーニーでダース・ベイダーやホーマー・シンプソンやシュレックを生成できるのはダメだろって話。それ確かにダメだね。さらに10月、オープン AI の空2でドラゴンボールやポケモン風のコンテンツが作られまくって、日本のアニメ漫画企業18社が共同声明を出した。内閣府がオープン AI に正式要請するレベルだ。内閣府まで動いたの。ところで我々ラマの乱入。 AI の波が来ている。我々ラマもディズニー風の主人公で一発当てれば。待てラマ、話聞いてたか？今まさにディズニーが訴えまくってるって話してたんだぞ。我々ラマも訴えられる側だったか。ラマ、下手したら内閣府じゃなくてラマ個人が訴えられるとこだったよ。で、俺たち個人開発者にも同じリスクがある。空2にドラゴンボール風の絵を描かせてゲームに使う。
これ最悪の場合訴えられるのはお前だからな。我々ラマもオリジナルで戦わねば。今日はちょっと賢くなったねラマ。プラットフォーム選びで運命が変わる。で、ここが超実用的な話だ。どの AI サービスを使うかで法的リスクが天と地ほど違う。サービスによって違うの？一番大事なのが IP 保証。つまり訴えられた時にサービス側が肩代わりしてくれるかどうかだ。主要サービスを比較するぞ。Adobe Firefly 商用利用 OK。 保証は出力あたり最大1万ドル。1万ドル100万円以上？さらに Firefly の学習データは Adobe ストックの正規ライセンス品だけ。海賊版学習の心配もない。OpenAI の DALL-E エンタープライズか API プランだけはコピーライトシールドって保証がある。一般プランはない。そしてミッドジャーニー保証は一切ない。何か起きたら全部お前のせいだ。ミッドジャーニーって人気あるのに保証ないんだ。だから個人開発者がリスクを最小化したいなら Adobe Firefly 一択って言っていい状況なんだ。我々ラマもファイアフライに乗り換えねば。今日のラマちゃんと賢くなってるな。それでも AI を賢く使うための5つのルール。よし、ここからが本題だ。 AI を賢く使い続けるためのルールを叩き込むぞ。5つか。メモの用意 OK。 ルール1、必ず人間の創作的コントロールを加える。プロンプト一発で出したものをそのまま使うのは絶対 NG。 米国著作権局も日本文化庁も人間が創作的に選んだ、配置した、修正した部分には著作権が認められるって言ってる。だから下絵として使って加筆とかがいいんだね。そういうこと。俺も実はな AI 絵を下絵にして自分で加筆するのをしょっちゅうやってる。そのままは絶対使わねえ。あと個人的なこだわりを言うとな、 AI 絵を作る時もキャラのリファレンスは必ず自分で描いた絵か飼ってるペットの写真を使う。なんで？完全に架空だと著作権的にも危ういし、何より思い入れが持てないんだ。俺のスタンスは自分の手でも再現できるもの以外は生成しない。 AI が法的に全面禁止されたとしても俺は何にも困らない。かっこいい。私も真似する。ルール2、制作過程を日付入りで記憶する。プロンプト、修正履歴、人間の貢献全部を日付入りでログに残しとけ。米国著作権局は登録時に AI 仕様の開示を求めてる。記録がないと人間の貢献を証明できなくて著作権を主張できなくなる。これ今日から始めれば無料で入ることができる保険みたいなもんだね。その通り。今日からメモを取り始めるだけで将来のトラブル耐性が段違いに変わる。ルール3、プラットフォームを戦略的に選ぶ。商用なら Adobe Firefly が最優先だ。時点で OpenAI エンタープライズ。ルール4、狙い撃ちと有名 IP 風をやらない。特定アーティストのスタイル狙い撃ち、ドラゴンボール風、ディズニー作品風、これらは訴訟リスクが現実的にある。文化庁も特定クリエイターの作品コーパス狙い撃ちは一線を越える可能性があるって明言してる。有名作品に似せるな。個性で勝負しろってことだね。ルール5、開示は正直に先回りして。 Steam の新ルールではプレイヤーが消費する AI コンテンツは開示必須だ。裏方のコードアシスタントとかは対象外。隠してもバレるし、バレた瞬間に炎上する。逆に最初から開示してどこを AI でどこを人間が手を入れたかを丁寧に説明すればプレイヤーは理解してくれることが多い。バルドゥールズゲート3のラリアンも初期に AI コンセプトアート使って炎上したけど、最終アートは全部人間が描き直したって説明して被害を抑えたんだよね。よく知ってるな。誠実な開示は最強の盾だ。AI は実力あるものにしか翼をくれない。で、最後に一番大事な話だ。ここまでの話全部覚えなくていい。これだけ持って帰ってくれ。これだけ？ AI は実力あるものにしか翼をくれない。俺はな、AI 推進派だ。強力な道具だし、使わない手はない。
でもな、主役はあくまで人間だと思ってる。なぜかっていうとな、AI オンリーで作るとどうしても没個性化するからだ。少なくとも俺は AI そのものよりみんな同じになることの方がきついって感じてる。ゲームもイラストも音楽も自力で作れることが資産であり価値でありオリジナリティなんだ。ユーザーが見たいのはそれなんだよ。資産。だから俺のスタンスはこうだ。自分でもできる。でも面倒なところは AI にやらせる。イラストも音楽もコードも全部この考え方で統一してる。だから当チャンネルでも AI に頼らないゲームの作り方やイラストの描き方も解説してるんだね。そういうこと。ゆくゆくは音楽の作り方もコンテンツ化したいと思ってる。我々ラマも自分の翼を鍛えねば。今日のラマ急に確信ついてくるじゃねえか。いいか、もう一回言うぞ。 AI は翼を与えてくれる神様じゃない。知識とスキルと経験がある人間にだけ翼を与える魔剣だ。自力を磨いてから使う。それが一番大事なんだ。ってことで今日の話を3行でまとめるぞ。2026年は AI ゲームイコール手抜きと疑われる時代になった。プレイヤー、プラットフォーム、法律の3方向から同時に圧力がかかってる。2つ目、純 AI 生成物に著作権はない。プロンプト一発のものは法的にはお前のものじゃない。3つ目、人間の創作コントロール、記録、サービス選び、狙い撃ち回避、正直開示、この5つを守れば AI は今でも個人開発の最強の補助線だ。 AI を敵視しなくていい。むしろ正しく使えるかが差別化になるんだね。その通りで、明日からの最初の一歩として、今日からゲーム制作のプロジェクトで AI をどこに使ってどこに人間の手を入れたかのメモを取り始めることをお勧めする。これ今日から無料で入れる保険だ。よし、私も今夜のスクール作業からやってみる。 AI を賢く使って長く愛されるお前だけの作品を作っていこうぜ。我々ラマも長く愛されねば。お前はまず一緒にいてくれる仲間から大事にしろ。生かわいいよ。今日もありがとう。ではまた次のクエストで会おう。どうぞ参考程度にな。